こんにちは、ミッキーです。今回は上野カフェ&グルメ6選としてご紹介します。日本全国からの観光客はもちろん、外国人観光客からの人気も高い街、上野。その下町情緒あふれる空間は確かに東京在住の私でも他にはない特別な空間に感じます。今回はそんな上野の街からあまり知られていない喫茶店やコーヒーの名店、ソウルフードとしての注目を集めるアメリカンダイナーなど幅広くご紹介します。正直上野という街は接客の面であまりいい思いをせずご紹介を諦めるお店も多いんですけれども、今回ご紹介するお店はどこも居心地抜群。ぜひ新たな上野の魅力を発見してください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのはカフェラパンさん。いろいろな産地から厳選した木豆を使い、入りたてで新鮮な体に優しいコーヒーの提供をモットーに営業しているお店です。上野の中心街から路地を一本入った場所にあり、落ち着いた環境でカフェタイムを楽しむことができます。店内に入りますとコーヒーの香りが広がっておりまして、木目のインテリアで統一されたくつろぎの空間になっています。複数人でくつろぐことができますテーブル席に加えまして、目の前でコーヒーを入れる様子を楽しめるカウンター席もありますので、いろんなシーンでの活用が期待できます。そして個人的に特筆すべきは接客の心地よさ。この日も朝から訪れたんですけれども、カフェラパンさんでお食事をいただいた後に仕事を始めるのにとても気持ちよく過ごすことができましたので、私のように仕事前のひとときだけではなくて、観光に訪れた際、こちらでモーニングをいただくと、その後の観光もとても楽しく過ごすことができるかなと思いますし、思い出にも残ると思います。そんなカフェラパンさんは、上野にありますザ・親戚喫茶店という一見敷居が高そうなイメージをいい意味で覆してくれるようなそんな空間。美味しいコーヒーを味わっていただきたいというお店の思いがこちらにまでしっかり伝わってきました。コーヒーはマスターが心を込めて焙煎し、ネルドリップで抽出。入れたてのハンドドリップだからこそ楽しめるような深い味わいを感じることができますので、コーヒー好きな方必見なお店です。そして自家焙煎コーヒーはもちろんのこと、パンなどの軽食メニューも豊富。ご覧のように焼き菓子も多数ございますので、コーヒーとスイーツをカフェタイムにいただくというのでもおすすめです。その中、この日いただきましたのはモーニングセット、卵トーストとサラダとカフェオレのセットになっています。厚切りトーストのサクッとした歯ごたえとたっぷりペーストされた濃厚な卵が注目の卵トースト。ぜひ味わっていただきたいですし、隣に添えていただくミニサラダも体に美味しいメニューになっていました。他にもベーコン、レタス、トマトの BLT にチーズを加えたメニューやクロックムッシュなどの焼いたパンや野菜サンド、ハムサンドの提供もありまして、パンのメニューが数えきれないほどあります。ですのでパンプラスコーヒーの組み合わせがこちらのお店の魅力になっています。今回いただきましたモーニングセットは7時から11時まで。トーストの他にはクロワッサンもありまして、外国人の方々はクロワッサンを頼んでいる様子も印象的でした。またドリンクはコーヒー、紅茶、カフェオレなどをセットにすることができまして、今映しております通りアイスでもいただくことができます。カフェオレ自体も少し苦味を感じるようなスッキリした味わいになっていました。続いてご紹介しますのは喫茶シャルマン。学問の道を進んでいくと現れますこちらの店。緑と白のひさしが特徴的な喫茶店です。窓から顔を覗かせているジャビット君や店内にあります巨人の名選手のサインからはオーナーさんのジャイアンツ愛を感じます。ワクワクしながら半地下のお店に入りますと、ステンドグラスと昔ながらのソファー、そしていろいろな形のランプが目に飛び込んできます。オープンしたのはなんと70年以上前とのことで、昭和の初期にタイムスリップしたかのような錯覚に陥りそうです。2人の年配女性が切り盛りされていまして、その接客の良さもとても素敵な空間だと感じました。
今回動画を撮らせていただいた際にも、お店の中ちょっと汚いよみたいな話をされてたんですけども、そんなこと全然なくて、むしろ味があってとてもいい空間に感じましたので、そんな謙虚な姿もとても素敵だなと思いました。ちなみに店内は全席喫煙可能。ただ広々としていますし、時間帯次第ではご覧のように広々と使うこともできますので、タバコが苦手な私でもそれほど気にならず過ごすことができました。前回の上野編の動画でもご紹介しました通り、上野は喫煙可能な店も多いので、事前に調べていただくのが個人的にはおすすめです。こちらのシャルマンさんで提供されるメニューは、トースト、サンドイッチ、そしてコーヒー、紅茶に厳選されています。オープンから11時半までは、モーニングをなんと410円でいただくことができまして、とてもコストパフォーマンスがいいです。コーヒー、もしくは紅茶にトーストのセットをお得な価格でいただくことができます。また、今回訪れたように、11時半から1時半はランチセットを700円前後でいただくことができまして、コーヒーもしくは紅茶とトーストもしくはサンドイッチをセットにしていただくことができます。ちなみにこちらのお店は定休日が土日祝日になっていますので、その点はご注意ください。さて、そんな中、この日にオーダーしましたのはランチセットのトーストです。オムレツでもなく、厚焼き卵でもない卵が挟まりまして、黄金色にトーストされた食パンが魅力。運ばれてきた瞬間から思わず懐かしいと感じてしまうような方も多いのかなと思います。このパンの焼き具合と程よい厚さの卵がとても抜群でしたし、口の中に含みますとマーガリンの顔が鼻をくすぐるような印象です。そして隠し味として卵には薄くからしが塗られていまして、これもとても嬉しいサプライズ。噛み締めるたびにその風味を感じることができるトーストになっていますので、トースト単体ではもちろんのことをコーヒーとのペアリングをしながらその味わいに触れてみてほしいです。続いてご紹介しますのは、食べログ喫茶店100名店2022にも選ばれました湯島駅の近くにあります1000円コーヒー。高品質な製品をリーズナブルな価格で提供をコンセプトにしたコーヒー店です。店内に入りますと、1階ではコーヒー豆の焙煎販売をしておりまして、2階が喫茶スペースになっています。ご覧のように西向きの大きな窓から差し込む外の光がとても気持ちいい空間になっていまして、平日も土日も朝8時からやってるんですけども、朝を気持ちよく過ごすのにもおすすめな店舗です。ご覧のように喫茶スペースの席数はそこまで多くありませんので、訪問の際は時間に余裕を持って訪れていただくのがおすすめです。店名の1000円コーヒーの1000円はドイツ語の10を意味しておりまして、オーナーさんの名前に関連して付けられているということでございます。こちらでの焙煎はドイツから直輸入した高級焙煎機を用いてオーダー後に焙煎してくれるということでございまして、コーヒー豆の皮を除去してからコーヒー専門家が独自開発した温度・時間管理で自家焙煎された入りたて引きたてのお豆は抜群でございます。コーヒーはイギリスの老舗ブランドウェッジウッドで提供していただくことができますので、その食器も含めて楽しむことができるというところもおすすめなポイントです。こちら実際にお店で焙煎されている焙煎機の様子なんですけれども、こちらを使ってオーダー後から焙煎してくれます。さて、この日は店内で本日のコーヒーとドーナツを注文させていただきました。注文しますとおまけでロータスのビスケットも添えていただくことができまして、そういった配慮も嬉しいです。先ほど申し上げました通り、ウェッジウッドのカップ、とても高級感があふれますので、結構隠れ家的な空間なんですけれども、そういった食器も含めて楽しめるところが個人的にはおすすめに感じています。ちなみにコーヒーに関しましては、本日のとついています通り、日替わりでブルーマウンテンやグアテマラ産など結構高品質なコーヒーを日替わりで提供していただくことができますので、毎日通っていたとしてもそのコーヒーの味わいの違いを楽しむことができる、そんな工夫がされています。さて、合わせていただきましたドーナツなんですけれども、190円でいただくことができるコストパフォーマンスもいいメニューになっていまして、昔ながらのコロンとした形のドーナツ、ほんのりとしたシナモン風味でございまして、これもまたコーヒーに合うような味わいになっています。生地はしっとりとしつつ硬さもありますので、食べ応えも結構あるのが印象的です。とはいってもアメリカンドーナツのように砂糖がめちゃくちゃコーティングされているような感じじゃないので、ペロリといただくことができますし、まさにコーヒーを味わいながら適切な分量でいただくことができる、そんなメニューになってたらなと思っています。続いてご紹介しますのは、フットワークウェルカムコーヒーさんでございます。木の香りと木のぬくもりを感じられる空間になっていまして、ハンドドリップで入れてくれる美味しいコーヒーと焼き菓子が味わえるような空間です。店名に入っていますウッドワークは、木を使った家具やインテリア雑貨を作って販売しているお店であり工房です。
入り口のカフェは2017年にスタートしていまして、この空間に入ってきたお客様方をウェルカムと歓迎してくれるという思いが込められています。お茶やコーヒーを飲み、スイーツを食べる。そんな日常に近い空間の中で、木でできたテーブルや椅子などの美しさを五感で感じてほしいという思いが伝わってきます。木で作られた家具や雑貨が年月を経て暮らしの中に染み込むような落ち着いた表情へと成長していく過程を一緒に楽しんでほしい。そんな思いで家具やインテリア雑貨を作っているとのことです。中に入りますと大きなガラス窓からたっぷりの太陽光が入ってきて、向かいの公園の緑の景色とも相まってとても居心地がいいです。そんなお店でこの日に注文しましたのは、米粉ココアオレンジピールシフォンとラテ。シフォンケーキに関しましては、季節のフルーツと手作りのクリームを挟み込んだメニューになっていますので、季節ごとでその味が変わるのも楽しめるポイントです。シフォンケーキの他にも、くるみやレーズンがたっぷり入ったカヌレ型のキャロットケーキやバスクチーズケーキも人気。他にも季節ごとに種類が変わるマフィンやスコーンの提供もございます。そしてご覧のようにラテアートが魅力的なエスプレッソドリンク。他のエスプレッソドリンクも楽しむことができますし、丁寧とじっくり入れてコーヒー豆本来の味わいを感じることができるハンドドリップのコーヒーの提供もありますので、そちらはお好みで注文してみてほしいです。さて、こちらのシフォンケーキですけども、米粉で作られているのもとても嬉しいポイント。先日ご紹介した動画の中では、グルテンフリー特集もしておりまして、最近はグルテンを控えるような生活をされているという方に関してましても、こちらは注目すべき店舗になっているのかなと感じました。続いてご紹介しますのは、アメリカ西海岸にあるダイナーの雰囲気を味わいながら、カリフォルニアでブームのスマッシュバーガーが味わえる日本では珍しいお店、アメリカンダイナーアンドラさんでございます。スマッシュバーガーというのは、丸く成形されたパテではなくて、ゴロゴロした状態のまま鉄板に押し当ててスマッシュして焼くバーガーとのこと。食感やお肉の風味をより楽しめるのが魅力的になっています。アメフトとアメリカの食カルチャーをもっとたくさんの人に楽しんでほしいという思いから2021年10月にこちらのお店が誕生しております。まさに店内はアメリカンな雰囲気になっていまして、アメリカンフットボールのユニフォームなんかも飾られていますので、アメフトファンの方は必見かなと思っています。店員さんもアメリカンフットボールのつながりの中でたくさんのコネクションがあるような方だと感じましたので、もし動画をご視聴されている方の中でアメリカンフットボールしている方がいらっしゃいましたら、ぜひ声をかけてみていろんな話をしてみてほしいなと思います。店内はカウンター席の他にも奥にテーブル席がございまして、どこもかしこも黒と白、シルバーの壁や赤、青、黄色などビビッドカラーの椅子を楽しむことができます。さて、ここからはメニューのご紹介。メニューは定番のボリューム感のあるバーガーを中心に9番サンドやブリトー、ニューヨークで人気のチキンオーバーライスなどのライスプレートもございます。また、おつまみや軽食にぴったりのフレンチフライやケサディーヤなどいろいろと楽しむことができますので、ぜひメニュー表を確認していただいて気になるものから注文してみてほしいです。さらにドリンクも多数の用意がございまして、どれもたっぷりサイズ。ビール、ウイスキー、ワイン、カクテル類などアルコールも豊富に揃っています。あとはシェイクの提供もありましたので、こちらもハンバーガー等々の組み合わせには抜群かなと感じました。そしてカウンター越しにはご覧のようにスマッシュバーガーを作っているような様子を眺めることができますので、ぜひこの様子を眺めながらワクワクしてお腹を空かしながら待ってほしいなと思っています。焼き上がって提供されるまでのその香りも楽しむことができるのもおすすめです。さて、こちらのお店でこの日に注文しましたのはチーズにインしたバーガー。チーズを挟むのではなくてその逆。注文するとご覧のように目の前に熱々の鉄板が置かれまして、柔らかく溶けたチーズが流し込まれます。じゅわじゅわーとチーズが弾ける音と湯気に驚くこと間違いなしかなと思います。そしてその中に自慢のハンバーガーを半分にカットして大胆に投入。こだわりのハンバーガーはもちろんのこと、それをチーズに浸しながら味わうことができるのは、チーズ好きはもちろんのこと、そうでなくても満足できるような一品です。まさにギルティーなハンバーガーなんですけれども、特にお肉が美味しかったなと感じていまして、そのスマッシュバーガーの魅力を存分に感じることができる、そんなメニューだったかなと思います。ちなみに最近だとヤングジャンプの女優飯という漫画にも登場している名店だとのことで、ますます注目を集める店舗になっているかなと思っています。そして最後にご紹介しますのはコーヒーどころボナールというお店です。創業70年の老舗。
サロンのようなクラシカルな雰囲気の中で、訳あって美味しい一杯とともに、ゆったりとした上質な時間を過ごせる、そんな空間です。お店の外から様子を眺めていると、結構敷居の高いお店なのかなと思ったんですけれども、実際に入ってみると店員さんもとても優しかったので、居心地がいい空間だったなと個人的には感じています。常連さんも多く、古くから愛される喫茶店とのことでございまして、もともとは日本橋で営業していました。再開発の影響で2014年に元々の常連さんも通いやすいようにと今の上野に移転したとのことです。できるだけ当時のお店の雰囲気を残そうと日本橋のお店の天井の梁はそのまま移設しているとのこと。ですので店内は新しいんだけども老舗の雰囲気を感じることができるようなそんな空間になっていました。BGM としましてはクラシック音楽がかかっていましてゆったりとした時間が流れています。お店の入り口には歴史を感じることができます炭火焙煎コーヒーボナールの文字が刻まれた看板と道行く人たちをも笑顔にするお花が魅力的。ぜひそのお花とコーヒーカップの様子を眺めながらお店の外からも様子を楽しんでみてほしいです。専用の点滴式水出し器にはゆっくりと滴り落ちていくコーヒーの雫がございまして、ぜひその抽出されていく様子も眺めてみてほしいです。さて、ここからはメニューのご紹介。定番のケーキセットにはミルクレープやリンゴと桃のケーキやモンブランがございます。中でも一番の人気はチーズケーキのセット。今回そちらを注文しています。美しいお皿にお花を添えてサーブされるのも嬉しいポイントなので、そのあたりも注目してみてほしいです。訳あって美味しいと言われていますコーヒーは、出来たての新鮮さを大切にするため、注文後から豆をひき、最高の豆を粗くひいてたっぷりと使って抽出しています。また、コーヒーを使ったユニークなオリジナルドリンクもございます。かつてナポレオンが愛したと言われていますカフェロワイヤルや、今映していますモノトーンのコントラストが美しい琥珀の女王というものがございますので、ぜひどちらか一つ試してみてほしいです。この日はその琥珀の女王とチーズケーキセットをいただきました。こちらの琥珀の女王はカクテルグラスに冷えたコーヒーにエバミルクを注ぎ、白と黒が美しい層をなすブラン・エ・ノワールと言われる特別なコーヒーになっています。そしてこちらがチーズケーキ。重厚な存在感がありながら、口に含んでみると控えめな甘さ。それでもしっかりとチーズを感じることができますので、ぜひとも味わってみてほしいです。ブルーベリーソースにつけていただくと、その味わいも少し変わって美味しいかなと思います。以上、今回は上野カフェ&グルメの苦戦としてご紹介させていただきました。モーニングから楽しめるお店もご紹介しましたし、途中ではハンバーガーのお店もご紹介しました。ハンバーガーとは言っても、普通のハンバーガーではなくて、チーズにインしたハンバーグという形で、とてもダイナミックな様子を楽しむことができたかなと思います。また、最後にご紹介しましたボナールですとか、途中でご紹介しましたゼーンコーヒーさんなんかは、さらに深いコーヒーの楽しみ方を発見することができるかと思いますので、コーヒー好きの方はぜひ足を運んでみてほしいです。あとは途中でご紹介しましたウッドワークさん。米粉のシフォンケーキなどグルテンフリーなのも嬉しいポイントでしたけれども、ぜひ時間に余裕がある方は、そのインテリアとか家具類も確かめていただいて、お気に入りのものがありましたらご自宅用にも購入してみてほしいです。お散歩が気持ちいい春の季節、ぜひとも上野を訪れてみてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。